こんにちは、とうこママです。子供6人を育てる母です。夏休み、私の住んでいる関東から実家のある兵庫県まで車で走って帰ります。走行距離はなんと700キロ。今回の動画は兵庫県にある築200年超えの実家で過ごす我が家の夏休みを記録しました。川遊びにスイカ割り、流しそうめん。ぜひ最後までご覧ください。じいじんち行ったらなんかやりたいことある？川いいね。川遊びしたいね。バーベキュー。バーベキューもいいね。寝る。寝る。いいね。あおちゃん大丈夫かな？12時間ぐらいかかるんだけど、ちゃんとおとなしく乗ってられるかな？なので途中でサービスエリアで仮眠を取って行こうかなと思います。無理せずね、安全運転で行きたいと思います。頑張ります。夕方5時、自宅を出発。出発早々の大雨。前が見えないのでスピードを緩めて運転します。途中で奈良公園と奈良の親戚の家にも寄る予定なので、実家に着くのは何時になることやらという感じです。雨は上がったけど渋滞だね。長そうだよ。めっちゃ渋滞してる。そう、渋滞8キロだって。今川越。みんなトイレ大丈夫？大丈夫。お腹空いたね。次のパーキングでご飯食べよう。イエーイ。翌日から3連休ということもあって、高速道路はかなり混んでいて、長い道のりになりそうです。あおちゃん泣かないで。家を出てから2時間半、埼玉県の狭間パーキングに着きました。東京に入るとサービスエリアがぐんと少なくなるので、ここでトイレと晩ご飯休憩です。今回の兵庫県までの車での帰省は、母1人、子供6人。夫は仕事のため不在です。道のりは700キロの車旅。子供の人数が少ない時は新幹線で帰っていたりもしたんですが、子供が6人になると電車賃だけで20万近く。数年前から車で帰るようになりました。一人での運転なので休憩を多めに取りながら無理せずに進みます。夜10時、寝ている子もちらほらいますが、静岡県の足柄サービスエリアに着きました。末っ子が1歳なので、起きている時間の長距離運転は泣いたりわめいたりとなかなか難しくて、それもあり今回は深夜の運転です。コーヒーを飲んで寝てくれている間になるべく進めたいと思います。ポケモンサービスエリアの旅をやっているみたいで、サービスエリアにはポケモンがいっぱい。可愛くて癒されます。深夜2時、子供たちは熟睡中。夜の12時から2時まで約2時間、後ろの座席の空いているスペースにマットを引いて私も仮眠しました。本当はもう少し寝ていたかったんですが、末っ子に起こされてしまったので出発します。明日から連休ということもあり、夜中も高速道路はたくさんの車が走っています。サービスエリアも止めるところがないほどかなり混んでいます。おはよう。おはよう。朝6時半です。愛知県にある岡崎サービスエリア。ここまで深夜に走り、2時間ほど私も仮眠をしました。
サービスエリアごとにポケモンのスタンプラリーがあるので、子どもたちも楽しそうです。子どもたちは座席に座りながらでしたが、しっかり寝てくれたので、みんな朝から元気です。朝ごはんはサービスエリアに入っているパン屋さんで買うことにしました。みんなそれぞれ好きなパンで朝ごはん。車の長旅での子どもたちの楽しみは、サービスエリアでのご飯タイムのようです。ちょっとすぐに出発したいとこなんですが、今日は土曜日、ひらり家のご飯の公開日ということで、まだ動画ができていなくて、これからちょっと最終チェックします。40分長いので。ごめん、もうちょっと待ってて。もうちょっとあと40分。ちょっとやっちゃうから。ダメだ、ネットが通じない。ちょっともうちょっと進んでからやるわ、これ。はい、とりあえず出発するよ。せっかくここまで来たので、高速道路を降りてずっと行ってみたかった奈良公園へと向かいます。さて、奈良公園着いたよ。やったーお疲れ様。やった奈良公園は1880年に開園した日本を代表する公園です。すごい、鹿さん。持ってないからね。あちゃん。何も持ってないよ。何も持ってないの。お菓子は食べたけど何も持ってない。東京ドーム140個分という広大な敷地に約1600頭の野生の鹿が暮らしています。鹿いる？奈良の鹿は昔から神様の使いとして大切にされ、国の天然記念物にも指定されています。そのため人と鹿がすぐ近くで触れ合える世界でも珍しい場所として、この日も多くの観光客が訪れていました。子どもたちは自由に暮らす鹿たちに興味津々。三女は鹿が怖かったようです。お昼ご飯は手頃な価格で本格的な中華が楽しめる餃子の王将へ。メニューが豊富なので、大人も子供もそれぞれ好きなものを選べるのが嬉しいところです。奈良は私のおばあちゃんが住んでいた町。ここまで来たので親戚の家によって顔を出してきました。なんとこの日はちょうどおばあちゃんの3回目の命日。子供たちとお仏壇に手を合わせてきました。この後、私の実家のある兵庫県の山あいの田舎まで車を走らせます。700キロの長旅で一番しんどいのは最後の 1,2 時間の運転。最後まで安全運転で向かいます。夕方までに着きたいね。車を出発してから26時間。ようやく私の実家に到着です。途中で寄り道をしたり、車が混んでいたこともあって、かなり時間がかかってしまいました。頑張った。あおちゃん来るの初めてだよ。そうだよ。初めてだよ。やっと着いた。よいしょ、ただいま。疲れた。疲れた。よいしょ。よいしょ。
あ、みょうが。おはようございます。長距離運転でかなり疲れていたので、昨晩はゆっくりと寝ることができました。1週間ほど実家でゆっくりと過ごす予定です。今回泊まっているのは親が住む母屋の隣の家。もともとは親戚が暮らしていた家なんですが、田舎では都会へ出ていく人も多く、今は両親が管理しています。まず目を引くのが立派な襖絵。昔ながらの趣が残っていてとても素敵です。クーラーがついているので、子供たちとここで寝ることにしました。この家は築150年の日本家屋。一歩足を踏み入れると木の香りや畳の匂いに包まれて、どこか懐かしくほっと落ち着く空間です。せっかくなので築150年のこの古民家のルームツアーをしてみようかなと思います。和室が2間あって、その隣は板の間になっています。3DK の平屋です。少し前にリフォームをしたので、昔ながらの雰囲気を残しながらも、今の暮らしに合わせて快適に暮らせるようになっています。庭に面した長い縁側は昔の日本家屋ならではの魅力です。もともと台所だった場所はシステムキッチンを備えた明るい空間へと生まれ変わりました。窓からは青々と茂る山が見え、春になるとタケノコが取れ、とっても自然が豊かです。実はこの家、何十年もの間空き家になっていて、そのままでは住むことができない状態でした。それでも父は壊してしまうのではなく、この家を次の世代にも残したいという思いで手入れを続けています。長い年月を重ねてきた家だからこそ残る味わいを大切に受け継いでいきたいですね。奥の10畳の和室で子供たちと布団を並べて寝ています。早く起きて母屋に行った子もいれば、まだ熟睡中の子たちも。ここは玄関。玄関の扉を開けると板の間の階段。襖を開けると座敷へと続く畳の廊下があります。最近ではなかなか見かけなくなったどこか懐かしさを感じる古風な玄関です。夏の庭に出ると聞こえてくるのは
セミや鳥、虫たちの大合唱。耳を澄ますと夏が始まったことを感じさせてくれる田舎ならではの贅沢な時間です。ママ行こうよ。朝ごはんを食べたら子供たちと近くの川に行きます。ここは私も子供の頃によく遊んだ場所です。自宅に子供たちといると家事や予定に追われてあっという間に一日が過ぎていって、でも実家に帰ってくると不思議と時間の流れがゆっくりに感じられるんです。特別なお出かけをしなくても子供たちは川で生き物を探したり水遊びをしたり自然の中で思い思いに遊び始めます。そんな何気ない時間こそ一番の贅沢なのかもしれません。実家にいる間は毎日この川で水遊びです。そう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 。ほら、いるいる。あ、いたね。いる、こっちに。エビだ、ちっちゃいエビがいるね。赤ちゃん。赤ちゃんいる、赤ちゃん、赤ちゃん。帰ってきたら母がお昼ご飯の準備をしてくれていました。今日そうめんでいい？夏休みのお昼ご飯はやっぱりそうめんですね。我が家ではハムやきゅうり、錦糸卵、カニカマなどを添えて冷やし中華のように好きな具材を乗せて食べるのが定番です。食卓がある母屋は築200年以上。天井を見上げると長い年月を支えてきた立派な梁が通っていて家の歴史を感じます。一気に茹でるから一気に入れるからね。これバラバラに入れてたら茹で上がり時間変わっちゃうから。よいしょ。これも全部。よいしょ。入れるよ。おれやー、いっぱいいっぱい。はい、混ぜて混ぜて。混ぜて混ぜて。茹で時間は2分。子供たちの食べる量が増えてきて、
最近では12束、2袋茹でても足りないくらい。茹で上がったそうめんは冷たい水でしっかりともみ洗いします。今日は全部で12玉。袋に6玉あったの？たくさんね。たくさん？はい、いっぱい入れとくよ。あっちゃん最後の1個俺ね。お昼ご飯はみんな大好きおそうめん。青いシュヘディング。どんぐらい？はい、ご飯だよ。だって薄めたりしないの？しないだろ。自分のそうめん取っててね。暑い夏は食欲が落ちやすいですが、おそうめんは冷たくて喉越しがよく、スルスルと食べられるのが嬉しいですよね。ママ、あれは入れるやつないのかな？これ。暑い夏を元気に乗り切るためにも、我が家の夏休みには欠かせない定番のメニューです。この日は少し足を伸ばして、兵庫県辰野市にやってきました。訪れたのは、う口辰野醤油資料館。辰野市は、う口醤油発祥の地として知られています。入館料が10円やろ。入館料10円。今からおよそ400年前、この地で生まれた薄口醤油は、素材の色や風味を生かす調味料として関西の食文化を支えてきました。すごいな。前あったでしょ？お醤油作ってるミニチュアや。石炭あるよ。ねえ、石炭もある。コルニッシュボイラーやって。横なんなんだろうね。お醤油は大豆と小麦と砂糖、お塩と米。お米でできてる。資料館は実際に醤油作りが行われていた建物を活用していて、昔の道具や製造工程を見学することができます。この地域で長く親しまれている東丸醤油の歴史や薄口醤油がどのように作られてきたかを知ることができ、とても興味深い見学になりました。大きいね。すごいね。いっぱい。なんて読むのあれ？これなんて読むんだろう。お醤油に使う道具が、昔の道具がいっぱい並べてある。やい。醤油試験室だって。理科の実験みたいな道具がいっぱいある。パパ、休憩場所はここがいいね。パパ、こっち来て。上見てごらん。すごいよ。これうどんスープ美味しいやつよ。これ。うん。資料館を見学した後は子どもたちと一緒に辰野の町を散策します。辰野は播磨の小京都とも呼ばれ、白壁の町屋や昔ながらの町並みが今も大切に残されています。辰野名物の醤油まんじゅうが人気の老舗和菓子店橋崎屋へ。お醤油まんじゅうってこれか。お醤油まんじゅうが有名。見て見て、これ欲しい。
皮には美しい醤油が練り込まれていて、口に入れるとふんわりと醤油の香りが広がります。醤油の程よい塩味とあんこの優しい甘さが絶妙なバランスです。お醤油せんべいもある。いいね、大きくてみんなで食べる。じいじのお土産はお醤油まんじゅうかな。じゃあ、あと醤油まんじゅう8個ください。はい。ありがとうございます。次に訪れたのは辰野城。辰野城は江戸時代に建てられたお城です。現在は御殿や城門が復元され、当時の雰囲気を感じながら見学することができます。御殿の前からは辰野の街並みを見渡すことができます。辰野市内が見渡せるわ。向こうに東丸工場の建物があるの分かるかな。東丸って書いてあるやろ。あれ工場なの？うん。丸ついてるって。東に丸の中に東が入ってる。あ、東じゃない。復元された御殿の中を見学です。御殿に入ると、まず辰野城の歴史を紹介する映像で学ぶことができます。中庭がすごい立派。すごい兜。鎧もあるし。すごいね、兜ね。大きい。広い畳の部屋や立派な木造建築は、昔のお殿様が暮らしていた様子を想像させてくれます。窓からは庭園も眺めることができ、静かで落ち着いた時間が流れていました。イボの糸行こうか。じゃあ食べたいな、おそうめん。ここから車で約10分。次にやってきたのは辰野市にあるイボの糸資料館そうめんの里。辰野といえば全国的に有名なイボの糸でも知られる地域。お昼時、お腹が空いたので、見学の前にみんなでおそうめんをいただきます。水が流れてる。ここにおそうめん流すんだ。ここ。何人前？ここに。何人前頼もうか。ここでは流しそうめんを楽しむことができます。これかけるの？これ一人一つ持ってって。子供たちにとってはただ食べるだけでなく、流れるそうめんを取る体験も楽しい時間。家族で来ると自然と盛り上がる夏ならではのイベントです。おそうめん美味しい？おー、よしよしよ。いただきます。美味しいね。あっという間に6人前なくなっちゃうやん。追加で2人前したけど、あっという間になくなってまうわ。ご飯を食べた後は施設の中を見学します。まず立ち寄ったのはお土産コーナー。店内には定番のイボの糸はもちろん、さまざまな種類の商品が並んでいます。で、こっちが赤帯のそうめん、上級品。いつも食べてるのは赤帯や。で、こっちが黒帯、特級品のおそうめん、美味しいの。ちょっと高い。2階のそうめん資料館へ向かいます。2階はそうめんの歴史や製造工程を学べる資料館になっています。ここではイボの糸がどのように生まれ、どのように受け継がれてきたかを
昔の道具や資料を通して知ることができます。特に職人さんが一本一本手作業で作り上げる手延べそうめんの技術は見どころ。普段何気なく食べているそうめんにも長い歴史と職人さんのこだわりが詰まっていることなどを感じられる場所です。資料館1階に試食コーナーがあります。さっきお昼にそうめんをいただいたはずなんですが、子どもたちはそうめんが大好きなので食べずにはいられないようです。ありがとうございまありがとうございます。す。どう？おいしい。食べたのやつとめんつゆ違う。あ、めんつゆが違う？どう？ここのめんつゆ。違うよね。美味しい。兵庫県辰野市は昔から受け継がれてきた食文化が残る町。子どもたちと一緒に地元の歴史や文化に触れることができてよかったです。スイカ割りすんじゃないの？これでいい？下に普通さ、シート。夏といえばやっぱりスイカ割り。子どもたちがやりたいと言っていたので、帰省途中に立ち寄った奈良の直売所で大きなスイカを買ってきました。築200年以上の実家の庭で昔ながらの夏の遊びを楽しみます。これちゃんとまっすぐになる。これさ、棒でこうやって1、2、3、4、5って回ってからこうやってやりにくい。見える？いい？じゃないの？じゃあほんに5回でいいよ。ここと持ってよ。やんないの？ちょっとみんな言ってあげて。なんでそっちか。おい、やめてすば。いい？いいよ。いいよー。惜しい。もう一回やりたい。いいよ行きな。もういいよ。もう一回。終わった。割れない。危ないよ。いや。あ、無理。ちょっとすった。もうシャツ。短いの。この帽子を返す。5回でいい？ここはまっすぐでしょ。違う。もうちょっと右。もうちょっと右。あ、オッケーオッケー。前。もうちょっと前。怖い。右。片方右。お？危ない。あ、いいんじゃない？もうちょっと前。あとちょっと。かな？いけ。ここだった。残念ながらなかなか割れなかったので包丁で切ることにしました。結局割らず切るのね。これ割ったから。これちょっと割ったから。ちょっとでもひび入ってるわ。これやったわ。さあ切るよ。切れるかなこの包丁で。切るよー。今年初めてのスイカ、味が楽しみです。切れないらしい。じゃあみんなお皿持ってきて。どこ？そこ。よく切れて美味しそう。あおちゃんにちょうだい。冷えてんの？種どうかった。うまっ。いっぱいあるよ。甘くてみずみずしいスイカに子どもたちは夢中。暑い夏の日に食べる冷たいスイカはやっぱり格別です。初めてのスイカどうですか？
さて真ん中の一番美味しいとこもらおう。あ、そう。めちゃくちゃ美味しい。いなんだそう。や今日暑いから。ああ、そういうこ暑いところで食べたい。最高。と。それでは。美味しいよ。美味しいやん。これ奈良の直売所で買ってきた。そんなとこがあるの。さっきどんぐらい食べてる？何がやるの。野菜とか。それともスイカ専門。野菜とか売ってる奈良公園の近く直売所。めっちゃ甘いやん。俺まだ。最後までご視聴ありがとうございました。この後もまだまだ実家で夏休みを満喫してきます。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。左家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。